てないですが、はい、だいぶびっくりしておりますが、お兄ちゃんどう？何？すごい表情で表してますね。今回の週末ビフォーアフターは4人家族でマンションにお住まいのお宅の続編でございます。前回おもちゃとキッチン収納に並んでいると話してくれたこの家のママ、両方の悩みを解決するべく作業をしてまいりましたので、まずはこちらの模様からご覧ください。じゃあリビングに一回出そうか。一回ね、はい、リビングでね、はい、同時進行でキッチンのあれぶっ壊し始めます。そうね。でもさ、母ちゃん、同時進行でキッチンをやるんだけど、はい、あの棚は廃止で大丈夫？大丈夫です。廃止はこの代わり、あの子がそこに入ることでやってみたいです。そうよね。やったことないから。そうよね。じゃあぶっ壊すのはいいかもしれないですよ。はい。子供の生まれてる大きだから。それすごい重要。帰ってきた時にどこに行かせたいのかみたいな。こっちなのかこっちなのか。今ならいくらでもこんなにスペースがあるんだから。最優重要課題から言ってもらった方がいい。最優重要課題は、上の子のスペースと下の子のスペースです。下の子はその遊ぶスペース。物をこれは俺のものだからってこうやってこう外に書いてあるんですよ。上の子は学校を準備するスペースと自分の遊ぶスペースとできたら邪魔されないように喧嘩になってもできる。本当に今までもここで遊ぶ話しかしてないじゃないの。今やっと学校、そういえば言ってらっしゃいましたね。遊ばせる気しかない家なのかな。うちはもう本当にここと同じで2歳違いでちゃんとしてるこことここだったんで、上と下だったんですか。上と下。それがだから定位置なしなんだ。これが。そう幼稚園の時はここに幼稚園のものを置いて、で私が用意して。変な話、ここにそれがあればあの子はいらないんだ。これがここに来るからっていうものなの。で、あの子はあのクローゼットに置いといたもの。それだけだけど、動線上あの部屋は通りすがるところだから、あそこの手前にあれがあって、とりあえず週に1回のものはそこに来てるとかってしないと1週間そこにあり続けちゃうんで。週1に使うものはどうはこっちなのかあっちなのかにした方が、そこって動線上なんですよ。ここに障害物があるのは非常に散らかって見える。でもそういう習慣だからね。テレビと一緒だ。テレビを見ながらご飯を食べる習慣があるのはテレビをつけるからなくて、そこに障害あるから置いちゃうだけであって、だからルールは大事よね。じゃあ下の子はまだ小さいからこの下でいいわけじゃん。でここが彼の遊ぶもののスペースで、お兄ちゃんはほぼほぼレゴなの。ほぼレゴとあとはパズルゲーム。だからこの家のルールとして2人のものが同じ場所にあるとワシャワシャしちゃうんであれば、あそこにお兄ちゃんのスペースを作るのも手なんだね。分けるってことですね。どっちでもできる。戻せることが難しい人はオープンな感じでブルドーザーガガガなんだけど、じゃあ戻せるのが得意なのは下なんです。上の出しっぱなしだけど、下は自分のものはここに置くって決めたらもうそこに必ず置きたいで場所が分かれた方がいい気がします。一緒にいて邪魔だよ邪魔だよっていうのを、
離れてるとないなんかね、あとレゴをどこでやるか、ここでやらせたいのか、あっち側でやりたいのかってしたい。あっちでやるとしたら、あっちになんかスペースを作ってそこでひたすらやるっていう感いやだから本当にランドセルが本当ランドセル忘れてたからランドセル入ったらレゴよりランドセルよね。ふすまをつけるかつけないかもすごく重要する。ふすまって結局どっちかが壁になるからここしか稼働させなかったりするわけ。でもこっちに例えばおもちゃ置いちゃったらややこしいことになるじゃない。例えばだからこれお兄ちゃん弟で分けるとするじゃない。弟ってふうにしたいんだけどお兄ちゃんがここ稼働してる時にこうなるとすごくクロスしちゃってややこしいことが起こるわけ。ただ鼻で上と下で分けるんであれば今の段階ではそのまま奥に入れててもいい。ああ、向こうに取って置いておいて、でここは散らかるけど境界線はちゃんと決めてもでおもちゃがそんなに多くなくなってきたらこっちを閉めて開け閉めしてここだけ稼働するっていう押し入れ8分割なんで123456778みたいな、ふすまある前提で考え開け閉めするからってことね。る。開け閉めするからどっちかって言ったら入り口から近い方がここが1番2番3番4番ぐらい。こっちはもっと後なんですよ、順番の。今までだってここに物があってここ閉めてたじゃないですか。それはなぜかって言ったらここしか開けないからそれでよかったんだけど今は開きました。全く用途が違うんであれば左と右でもいいんだけど同じ人がこれとこれ同時に使うって言ったらどうしてもこうなっちゃうんでだからそのふすまの開け閉めを子供たちがちゃんとしてくれるかどうか。ふすまでも喧嘩になる。だから喧嘩されるのが嫌なんだよね。嫌なんだ。出しっぱなしでしょ。でしまわないでしょ。だから本当にしまわないんだったらもうここはもう殺してここしか使わないっていうふうにすればいいけれどもおもちゃが多いんで。でもどうなの？幼稚園のものってそんなにあるの？幼稚園の下の子のものってことですよね。ほぼおもちゃです。ああなるほどね。幼稚園のものはカバンぐらいで。そうね。でそれこそあれに引っ掛ければいいぐらいなんでしょ。そうそう、曲げるさ。そうね。埋めていいものから埋めとこう。ガンガン。で最終的に何が残るのか。今これだけ見るともう破綻するのがわかるわけ。それはなぜかしたらいろいろ多すぎちゃってるからね。子供ってやっぱりシンプルなほどいいので、お母さんの中ではねこのワンピースとかがこの下の方にいた方がいいのか上の方にいていいのかなんかこう奥にあったんだけどこれでバナナなんです。もう埋めとっていいです。で今なんかこう電子でこう読んでるけども。そういうことね。そうもう埋めるのは私たちがやるからこれ空に空にって言ってれば貴重な収納スペースではあるわけよ。あんだけ出てきてあれが全部おもちゃなわけじゃなくてそうすると別に私は子供のものだけどママ管理がするものっていうのも結構ある中で左側に結構それをやれればこういったものたちもここら辺に並んでていいのかなっていう。ああ、わかりやすいですね。子供のものだけど、私たちがやるんじゃなくて、私が出し目だね。ここにランドセル置き場があったら、上の子は嬉しいだろうな。まあだから今まで定位置ってものがないからね。定位置はあったんですけど、使いづらい定位置だから、で自分のスペースっていうのができて嬉しいのかな。そりゃそうよ。
一緒に。そっちにいる？せーの。上を見た？見た？上見てね。ちょっと待って。大丈夫。誰か上見てる？上見えないけど、電球気をつけてね。大丈夫です。あ、でもこれから塗った？全然大丈夫です。これがちょっと待って。待ってください。どうしたらいい？はい。一斉のせて、もうちょい、もうちょい。引こう。あ、押そうね。はい。ギリギリまで入れて、はい、ここで混ぜましょう。せーの。はい。どこが？はい。これここがあって。こちらはない。入った。いや、この家だけ限定で、こんなのもうやったら大変なんですよ。そうするとね、食器棚だけじゃなくなるのよ。もう、プロテインも何もかも入れられるようになる。今までプロテインは棚の上だった。扉の中でもいいんじゃない？だから今までの入れ方そのまま入れるんじゃなくて、せっかくここに来たんだから、このラインでいろんなことを考えてる。米ってさ、どこにあるの？米って一番下に入れてました。そうよね。だからこのラインでいろいろやってたんでしょ？はい。だから今度は例えばこのラインがいいかもしれないよね。ここにいろいろ置けるようになると、ここで作業ができるっていう話ね。そうなった時にあの赤がここでポンと来ちゃうと、ここで何かする。だからこことここにスペースがあって、それぞれにスペースなんかやれるっていうのがすごくいいのね。だからボンボン持ってきて、私入れてくんで。なんかこう近くになんかよく使う。食器はそれだけ。その下のと。で、なんかほとんどここに入ってなくて、ここに入ってたけど、ここ食品とか入れないで。そうね。食品は結構まあまあある。あるよね。だからここはやっぱり食器で使わなきゃダメなんですよ。そうですね。食品がいつでもいけるようにセッティングして。食品はもうちゃんとグルーピングもされてるし。本当？ちょっと食材がどんなもん入るのか、ここでね、今一旦お茶入れるけど、私はお茶は上がいいなと思って、食材ちょっと入れてもらっていい？まず、なんか分けられてるやつ、このままガサッと。一番下じゃなくて2段にね。だってもう食器ってさ、もうこんなもんでしょ？あれ、お皿どうしたの？お皿入れてよ。少な。そう。で、コップがこっちにで、これと、これなんかさ、取り皿あったでしょ。あ、これ。これとかは上。で、私はなんか、これ、なんか偏僻なところにあったなって感じ。なんか海苔って書いてある。お茶だよね。一番下でじゃあ2段目に入れてみます？お願いします。ということで本日の作業が無事終了いたしました。日も暮れてしまいまして、私もこれから2時間かけて帰らなきゃいけないのでさっさと見て帰りたいと思います。よろしいでしょうか？はい、どうぞ。じゃーん。どうでしょう？もう声が出てないですが、はい、だいぶびっくりしておりますが、おりちゃんどう？片付いて。おや
そうね。なんか違う。床床見ま広くなったね。で何がなくなったかな。おもち僕たちのおもちゃがどこに行ったかというと、見てください。じゃーん。どうでしょう。僕のランドセル置き場ができました。パチ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 。どう？もう置ける？うん。ちょっと高さ見て。ランドセル帰ってきたらここに置けそう？大丈夫かな？そう。じゃあ帰ってきたら必ずここに置いてね。で、次男くんのおもちゃが全部この下にいっぱい入ってます。大好きなプラレールがいっぱいここにあるから、ここから出して使ったらまた戻してね。2番目に好きなトミカはこっちになってしまいましたが、ぜひよかったら遊んでください。こちらがママのものでいっぱいなんで、ここは許してください。実は今までってお兄ちゃんの机がなかったですね。はい、今日からお兄ちゃんに机ができました。どうぞ、こちらです。どうですか、ここいいですか。すっごい恥ずかしがり屋さんなのね。っていうのはね、お兄ちゃんここにお兄ちゃんのスペースができたので、レゴをするときはここから取ってここでレゴをやってください。いい？ OK？ だからここで思う存分一人でコツコツレゴが作れます。その代わりお兄ちゃん、これからはね、自分のスペース、こちらがお兄ちゃんのスペース、そっちはね弟くんのスペースで、弟はほらバーって広げちゃうでしょ。だからお兄ちゃんと弟のスペースを作ったので、それをね2人でちゃんとルールを決めて、これからは使ったら戻せるようになってください。ということでお母さん、はい、リビングダイニングというか、こちらのスペースすっきりとしましたが、だいぶすっきりしました。そうよね、見た目もそうだし、もう声がすごい響くわっていう感じで、はい、これはもうお母さんの理想通りになったんでしょうか。はい。すっきり。すっきり。なんか高さがなくなりました。そうよね、今までねどでかい食器棚があって、もうこの食器棚を動かすのに女たち6人で頑張ってまあおまけ付きだったんですが、もうこのダイニングで一番変わったのは食器棚がこちらに移ったということで、みんなこっち見て、どうですか。じゃーん。なんだかんだ言ってぴったりでしたはい、なんかまるで前からあったような感じで、作業スペースもかなり、確保できておりますしね、お父さんの大事なプロテインもこちらにございますので、いつでも飲むこともできますし、こちらで、お茶っ葉を出していただいて、ね、ここでお湯を入れていただいて飲むことができます。今まで作業台がなかったからお湯を持って、もうあっち行ったりこっち行ったりしてたと思うんですが、それがこのラインですっきりできるようになりましたので、なんかモデルルームでよく見るラインなんだけど、私にはできない作業です。いや、何ができないって食器棚を動かそうとこれは本当に優秀な美容アフターならではなんだけど、全然それは本当の職業としておりませんのでまあ基本的に私は家事効率をね優先した収納をしたい人なので、やっぱりこの横動きが多いとね、ここコンロでぶつかってしまう場所なので、ここでいろんなことができるようになると、水のラインがここで集まってますので、この家は何がいいってここから出入りができるので、ね、こっちから入ってきて何かやることがここに誰かがいてもやれるので、夫婦で家事をされるということだったので、はい、とてもやりやすくなるんじゃないかなと思います。でこういったところはね、ママが入れてるような感じの通りに、はいして、あと結構食材があったんで、この下は全部食材です。はい、なので一目瞭然になっておりますので使ってください。はい、ね、調理してダイニングからも近いので、このラインの食器棚めちゃくちゃ便利だと思います。ちょっと楽しみですね。だからそうだからそういう意味では自分でね好きなように入れ替えていただいて、もうここの棚を有効活用していただいて、お願いだからここに物を満載にしないでください。ここは物を置く場所じゃなくて作業する場所なので、はい、ここのね収納をうまく活用していただいて、いっぱいご飯美味しいのを作ってください。いやー、ありがとうございます。料理するのが大嫌いなんですけどちょっ
ょっとやっていいかなって、ちょっと使いやすくなってるから、うんうんちょっと料理の時間増やそうかなってちょっと思いました。なるほどね。これものすごいでっかい食器棚を入れたのに広くなった気がするっていうね。そう圧迫感がそんなないんですよね。そう、そして何よりもこの作業スペースがワンツーって出てきたことによってなんか幸福感がグッと上がるっていうか、もうこれね多分ねお父さん見たらびっくりすると思うよ。多分そうですね。料理するなら。そう。なんて言ったって俺のプロテインがもうすぐ一番いいところにあるっていうそう。ね。ムキムキになっちゃうかも。筋肉マンになってる。あとね、洗濯問題、いつも忘れをされてて、取り込んで動線が長かったので、あちらから一つ、タンスを移動させてますので、取り込んだら戻せるということで、まあね、子供が小さいうちはママがね、あんまり家事に負担がならないように、ね、自分の時間も作れるように、はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございまはい、じゃあ今日は今回でこれでよろしいでしょうか。す。大成功で。大成功で、わかりました。ありがとうごありがとうございますざいます。全然遅くなっちゃってね。持ってきたの自分の。よかったじゃん。すごいじゃん。できるじゃん。自分の教科書向こうにあったやつあ、持本ってきたんですよね。当。よかった。じゃあ活用してね。はい。よかった。はい、ということで押し入れの全出しとともに巨大食器棚を動かすことですっきりしたリビングとキッチンに生まれ変わりました。後日ママから料理がしやすくなったと嬉しい報告がありました。これからも家族仲良く暮らしていただきたいと思います。ということで今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターはフル片式寄せる片付けを実行しているお宅に訪問してまいりましたのでどうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。よかったらチャンネル登録お願い